皆さんはこの宇宙には絶対に超えられない温度が存在することはご存知ですか？ 16 世紀、ガリレオが温度の変化を初めて可視化して以来、人類は400年もの間、ひたすら温度の限界を追い求めてきました。その後、物理学者たちはある計算によってこの宇宙で到達し得る究極の温度を発見するのですが、その温度がなんとおよそ1光4168浄度。ただ奇妙なことに物理学者たちはその温度に達すると時間と空間の区別がなくなるというんです。一体なぜ温度を上げていくだけで時空が意味をなさなくなるのか。そこには私たちの常識を根底から覆す宇宙が持つ奇妙な構造が隠されていたんです。皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。本日は物理学が解き明かしたこの宇宙における限界温度についてご紹介したいと思います。なぜ温度には上限があるのか、天才たちはどのようにしてその答えにたどり着いたのか、そして限界温度の先では一体何が起こるのか。この動画を見終える頃には皆さんの世界に対する認識が少しだけ変わっているかもしれません。ではまずは全ての始まりとなった問い、そもそも温度とは何であるのかについてお話ししたいと思います。一言で言えば、温度とは物質を構成する原子や分子がどれだけ激しく動き回っているかを示す指標です。温度が高いほど原子たちは激しく震え飛び回っています。つまり原子や分子が激しく動き回っている状態を私たちは熱いと感じ、その動きが鈍い状態を冷たいと感じるんです。でもなぜ人類はこの目に見えない原子の動きを測る必要があったのでしょうか？それは病に苦しむ人の体温を正確に測るためだったり、より良い鉄を作るため、そしていつか宇宙の謎を解き明かすためでした。物語はルネサンス期のイタリアから始まります。この温度を解き明かす物語の記念すべき第一歩を記したのがかの有名な天文学者ガリレオ・ガリレイです。彼は1603年頃、サーモスコープと呼ばれる温度計を発明しました。これは卵ほどの大きさのガラス玉から長い管を伸ばし、その中に水を入れて水を張った容器に逆さにして立てた構造になっています。温度が上がるとガラス玉の中の空気が膨張し、管の中の水面を押し下げる。反対に温度が下がると空気が収縮して水面が上がる。つまり空気の熱膨張を利用することで人類は初めて温度を客観的な変化として見ることができるようになったんです。興味深いですよね。そしてガリレオの友人であった医師サントリオはこの装置を使って病人の体温を史上初めて目に見える変化として捉えることに成功します。ただ、この装置には致命的な欠陥がありました。皆さんは何だと思いますか？それは具体的な温度が何度かわからなかったんです。今日は昨日より暖かいという相対的な変化を分かっても、今日は25度だとは言えなかったんです。さらに気圧の変化にも影響を受けてしまうため、正確な測定は不可能でした。温度を科学として扱うためには誰もが納得する絶対的な基準が必要だったんです。この問題を解決し、温度の謎を大きく前進させたのがかの有名な19世紀の物理学者ウィリアム・トムソン、後のケルビン教です。絶対的な基準がないのなら自然法則の中にそれを見出せばいい。ケルビンはそう考えました。彼は気体を冷やすと縮むという単純な性質に注目し、思考を極限まで研ぎ澄ませました。もし気体をどこまでも冷やし続けたら最終的にどうなるのだろうか。おそらくいずれ気体の体積はゼロになるはずだ。体積がゼロになる。つまりそれ以上縮むことのできない温度があるのだとすれば、それこそがこの宇宙における究極の寒さ、温度の底なのではないかと彼は考えました。彼は様々な気体のデータからその温度がマイナス273度付近であることをなんと紙と鉛筆だけで突き止めました。これがいわゆる絶対零度です。これにより人類は初めて温度という曖昧な概念にゼロという絶対的な基準点を与えました。加減が見つかった。では当然次の疑問が生まれますよね。温度の上限はあるのかと。しかしこの問いに答える前に人類は思わぬ危機に直面します。19世紀末、物理学は完成したと思われていました。ニュートンが築いた力学の体系は星の動きから大砲の軌道まで全てを完璧に説明できるように見えたんです。ところがそんな完成したはずの物理学はあまりにも単純な謎を前に崩壊の危機に立たされることになります。それが熱した鉄は
なぜ光るのかという問題です。皆さんも疑問に思ったことはないですかね。なぜ炭を火にくべると赤く光るのかと。一見簡単そうなこの問題は、専門的には黒体放射と呼ばれる難問で、当時の物理学がどこか根本的に間違っているんじゃないかと思わされるくらいには異常な問題でした。通常、原子が内部に蓄えられるエネルギーには限りがあります。そのため、物質を熱しても放出できる光のパターンは限られているんです。ところが、当時の理論で計算してみると、現実では起きない奇妙な現象が計算結果から出ていました。それは、熱した物質から放出される光のパターンが無限大に増えていくという致命的な矛盾です。これは例えるなら、ガスコンロの火や太陽ですら宇宙を焼き尽くすほどの無限大の光を放っていることを意味しました。もちろん、現実にはそんなことは起きていませんよね。つまり、当時の物理学は何かが根本的に欠けていたんです。ただ、何事にも終わりは来るもので、この矛盾を見事解決したのが、ドイツの天才物理学者、マックス・プランクでした。彼は後に、あれは絶望的な行為だった、と語るほどの苦悩の末、1900年、これまでの常識を覆すアイデアを提唱します。それは、エネルギーの放出とは、連続的な直線ではなく、最小単位が存在すること、そして高いエネルギーを出すためには高い段差を飛び越えなければならないということでした。エネルギーに最小単位を設けたことで、なぜ熱した物体から無限大の光が出てこないのかという問題を解決することができました。この最小単位を決める定数こそがプランク定数でした。こうして物理学は崩壊の危機を免れました。しかし、物理学者たちはすぐに気づきます。プランクが発見したこの定数は、単に一つの問題を解決しただけではなく、量子力学という全く新しい学問の扉を開いたということを、プランクの発見から約25年後、ハイゼンベルクやシュレーディンガーらが量子力学を確立します。この新しい理論により、人類は原子や分子の世界をかつてないほど正確に理解できるようになりました。そして、物理学者たちは、ある大胆な計算にチャレンジします。この宇宙の限界温度は、一体何であるのかと、彼らは、プランクが発見したプランク定数、アインシュタインの相対性理論が示した光の速さ、ニュートン以来知られているバイウ引力定数、そして温度とエネルギーを結びつけるボルツマン定数を組み合わせました。ミクロの世界を支配する定数とマクロの世界を支配する定数、本来全く別の世界を記述するはずのこれらの物理定数を組み合わせることで驚くべき値を導き出しました。それがプランク温度です。その温度は驚異の1項4168乗度1の後に0がなんと32個も並ぶまさに天文学的な数値です。ちなみに超よりもさらに20桁も上の値です。太陽の中心ですら1500万度、星が死ぬ瞬間の超新星爆発の中心部でようやく100億度、中性子星同士が合体する際の温度が1兆度と推定されています。なんなら私たちの宇宙が誕生したビッグバン直後の温度ですら1000兆度であると考えられています。つまりプランク温度はそんなビッグバンすらも超越する究極の温度なんです。では、このプランク温度では一体何が起こるのでしょうか？結論から言えば物理法則そのものが崩壊するんです。どういうこと？この宇宙を構成する基本的な力は4つ存在しています。強い力、弱い力、電磁気力、そして重力です。しかし、普段私たちが感じる重力はこれらの中では圧倒的に最弱です。最弱すぎて100均で買える磁石が出す磁力ですら重力に逆らって物を持ち上げられるほどです。つまり地球という巨大な惑星が放つ重力よりも小さな磁石の方が強いということです。ところがこのプランク温度に達するとこの重力が他の3つの力と同じくらいの強さになるんです。すると何が起こるのか、時空そのものがまるで沸騰したお湯のように激しく泡立ち揺らぎ始める。空間のこことあそこの区別が曖昧になり、時間の今とさっきの区別もなくなる。つまり物理法則そのものが溶けてしまい、温度が温度と定義できなくなる。そんな究極の融点、それがプランク温度と言えるんです。この宇宙に限界温度が存在しているって驚きでしかありませんよね。でももしこのプランク温度にさらにエネルギーを注ぎ込み続けたら一体どうなるのでしょうか？そもそもエネルギーを注ぎ込み続けることは可能なんでしょうか？実はこの問いに答えるためには物理学はさらに大きな転換点を必要としました。1940年代後半、物理学者たちは量子力学をさらに発展させ、光と電子の相互作用を記述する量子電磁力学という理論を構築しようとしていました。
ころが、この理論には致命的な欠陥があったんです。それが、計算すると必ず無限大という答えが出てしまう問題です。無限大とは物理学において理論が破綻していることを意味するので、量子電磁力学は数学的に正しくない理論と考えざるを得なかったんです。何度計算しても結果が無限大に発散してしまう。これほどの悪夢はありませんよね。例えるなら、何度勉強してもずーっとテストで0点を取り続けるようなもんです。まさに世界中の物理学者たちがこの無限大の悪夢に頭を抱えていました。そんな中、1948年、日本の友永慎一郎が画期的な論文を発表します。彼は無限大を数学的に繰り込むという手法を使うことで有限の値を導き出す手法を発見したんです。これが繰り込み理論です。ただすごいのが、ほぼ同時期にアメリカのジュリアン・シュウィンガーとリチャード・ファインマンもほぼ同じ理論に到達したことです。この繰り込み理論により量子電磁力学は発展し、現代物理学の基礎となりました。そしてこの理論が明らかにしたことは驚くべきものでした。エネルギーを注ぎ込み続けることに理論上の制限はない。つまり理論上温度を止める世界の構造はこの宇宙には存在しないことが分かったんです。1965年、友永、シュウィンガー、ファインマンはこの功績によりノーベル物理学賞を共同受賞しました。当然ですよね。さすがです。つまりまとめると、エネルギーという概念そのものには上限は存在していない。しかし、私たちの宇宙においてエネルギーが温度という形で観測されるのには絶対的な上限がある。その究極の境界線こそがブランク温度なんです。いかがでしたでしょうか？本日はこの宇宙における限界温度についてご紹介しました。人類は宇宙の中では本当にちっぽけな存在です。でも試行錯誤の末に世界の物理的な限界値を見つけ出してしまったんです。本当にすごいですよね。すでに判明しているこの宇宙の理論的な限界はまだまだたくさんありますので、一緒に世界の構造について探求できたらなと思います。今後もたくさんご紹介していきますね。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ここからはおまけパートです。今回初めて顔出しをしながら撮影してみましたが、やっぱりカメラを見ながら話すのって非常に難しいんですね。YouTuber さんたちは本当にすごいなと思いました。今後もこのスタイルで頑張っていこうかなと思いますので、応援よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。